今日の主役はコリアンダー。同じコリアンダーでも使うのは葉と種の2種類。コリアンダーリーフとコリアンダーシードを重ねてエキゾチックで個性的なカレーを作ります。その名はダニアチキン。ダニアはヒンディー語でコリアンダーという意味です。ちなみにコリアンダーリーフのことはダニアパッタと呼びます。コリアンダーは種と葉で少し違う役割を持つスパイス。コリアンダーホールは消化を優しく整え、冬の重たくなりがちな体を内側から支えてくれます。そこに体をクールに整えるコリアンダーリーフを重ねることで、温めすぎず冬でも心地よいバランスにしてくれます。アーユルベーダや民間療法でもダニアは体の熱を鎮め、余分なものの排出を助ける食材として大切にされてきたそうです。それではそんなコリアンダーをたっぷり使ったダニアチキンを早速作っていきましょう。コリアンダーリーフは購入してきた1パックすべてを使おうと思います。約 100g でした。今回は根の部分もとても綺麗だったので一緒にペーストにしようと思います。根はほのかな甘みと苦みがあって美味しい部分でもあります。コリアンダーシードは小さじ3。ホールをいってからひいてパウダースパイスにします。続いて鶏もも肉 300g。プレーンヨーグルト大さじ2。ニンニク4つに生姜1かけ。青唐辛子3本に玉ねぎ1つ。そして最後にさっと絞ることでぐっと美味しくなるレモン。他に使うスパイスはこのターメリックパウダーとレッドチリパウダーだけです。まずは鶏肉をマリネします。そのマリネに使うジンジャーガーリックチリペーストを作ります。といってもニンニクと生姜と青唐辛子をブレンダーしやすいように少量の水を加えてペーストにするだけです。日本ではよくあるチューブのおろしニンニクなどを使っていただいて大丈夫です。このカレーはダニアの綺麗なグリーンを生かすためレッドチリパウダーをほとんど使わない人もいます。今回の動画ではレッドチリを使ったレシピをご紹介していますが、色にこだわる場合は青唐辛子の量で辛さを調整するのがおすすめです。一口大にカットした鶏もも肉に今ペーストにしたジンジャーガーリックチリペーストとプレーンヨーグルト、塩を小さじ1/2加えよく混ぜます。よく混ざったら2、30分から一晩漬け込みます。続いてコリアンダーリーフのペーストを作ります。茎の付け根は砂などの汚れが残りやすいので少しもったいないですが、この部分は切り落としています。洗いやすくなった茎と根の部分はしっかり洗い、ブレンダーの刃に負担がかからないよう小さめにカットします。これらを容器に入れて水を少量加えてブレンダーにかけます。鮮やかでとても綺麗な色ですよね。実際にインドで売られているコリアンダーリーフは日本のパクチーに比べると香りがもう少し優しい印象があります。そのため日本のパクチーで作るとかなりパクチー感が強くなります。苦手な方には少しハードルの高いカレーかもしれません。次はコリアンダーホールをいってパウダーにしていきます。油をひかないフライパンでから煎りします。コリアンダーホール小さじ3を入れ弱めの中火でじっくり煎ります。強火にすると中まで火が入る前に表面だけが焦げて苦みが出やすいので注意してくださいね。ロースト具合は時間ではなく色と香りで判断します。色はゴールデンブラウンが理想。ブラウンまでいくと焦げた風味が出てしまうので明るい茶色を目指します。ちょうどその頃香りがふわっと立ち上がってくるのを感じると思いますよ。そうしたらすぐお皿に移します。火を止めてもフライパンの熱でローストが進んで焦げやすいので手際よくやりたいところです。冷めたのを確認したら今回はオカールを使ってひいていこうと思います。もちろんグラインダーでも大丈夫です。次は炒め作業です。
まず、鍋に油大さじ2を入れ温めます。温まったら、みじん切りした玉ねぎ1個を加えて炒めます。今回はフードプロセッサーでみじん切りにしましたが、フードプロセッサーを使うと水っぽくなってしまうのが難点なんですよね。なので、キッチンペーパーなどで一度余分な水気を絞ってから炒めると、炒め時間を短縮できるのでおすすめです。玉ねぎが少し茶色く色づいてきたら、塩小さじ1、ターメリックパウダー小さじ4分の1、レッドチリパウダー小さじ4分の3を加えてよく混ぜます。続いて、先ほどひいたコリアンダーパウダーの半量を加えて炒めます。炒めていくと、玉ねぎの水分が飛んで鍋肌に張り付きやすくなってくるので、水をちょい足ししては炒めてを3、4回繰り返し、しっかり玉ねぎとスパイスを炒めます。玉ねぎをしっかり炒めると、油と分離してきます。そうしたら、マリネした鶏肉を加えて炒めていきます。4、5分炒めたら、コリアンダーペーストを加えます。煮込むための水分も必要なので、容器に残ったペーストは水ですすいで、余さず鍋に戻します。ほうれん草のカレーのように綺麗なグリーン色ですが、香りはとてもエキゾチックなコリアンダーの香り。全体をまんべんなく混ぜ、ぐつぐつと沸騰してきたら蓋をして、弱火で約10分煮込みます。途中、かき混ぜ、水分が少ないようでしたら、水を足します。しっかり煮込めたら、仕上げに残りのコリアンダーパウダーを加えます。長時間加熱せず、最後に加えることで、コリアンダーパウダーの香りを生かします。よくかき混ぜたら味見をして、塩とチリでお好みの濃さと辛さに味を整えます。よく混ぜて1分ほど加熱したら、ついにコリアンダーが主役のエキゾチックなカレー、ダニアチキンは完成です。